正式カウントお嫁さんチャレンジと呼ばれる中央で知らぬ者はいない時代の最先端トレーニングを行い次のレースに備えるシーザリオ&ザリトレとそんなトレーニング知らないラインクラフトのトレーナー。やだ。シーザリオ、わがままを言うんじゃない。意地悪なトレーナーは嫌いです。何度も言わせるなシーザリオ、これは意地悪なんかじゃない。次のレースでシーザリオが勝つために必要なトレーニングなんだ。やだ。ほら、さっさとロイヤルビタージュース飲んで。でカップケーキ食べたら次はスピードトレーニングだからな。やだ。シーザリオ。私はお嫁さんになりたいのに。いい子だから今はトレーニングのことだけを考えるんだ。やだ。困ったな。トレーナーのこと以外考えられない。トレーナーと結婚して、目に式新婚生活、したいのに。余計なことを考えるなと言っているんだ。やだ。私の弱いところばかりトレーナーはついた。弱いところを弱いままにしておいても差だらけの G1 で勝てるわけないだろ。レースまでにはきっちり仕上げるからな、覚悟しろよ。いっぱい弱いところ覚えさせられたのに。あのなよく聞くんだシーザリオ。聞きたい、甘い言葉聞きたい。彼を知り己を知れば百戦はやうからず。シーザリオはわかるか？孫子の兵法暴行編の一節ですね。その通りだ。うわぁ、急に冷静になるな。そしてこれは馬娘レースにも当てはまる。敵の状況と自分の状況を客観的かつ正確に理解していれば何度戦っても危険な目には合わないという意味だが。これは必ず勝つという意味ではなく致命的な敗北を避けられるという意味だったと記憶しています。その通りだ。致命的な敗北を避けられるということは一着争いに参加できるということでもある。逆にこれができていないようではスタートラインにも立てないんだ。だからこそ俺はシーザリオに自身の弱点を徹底的に理解させる必要があった。私たちは仲良しと競争をしているのではない。勝者と敗者しかいない己の誇りをかけた馬娘レースです。そんな勝負の世界において相手の弱点を突くのは基本中の基本ですからね。そのためには頭で理解するだけではなく俺自身がシーザリオと並走して弱点を徹底的に突き体で理解させなければならなかったんだ。分からせられた。トレーナーだけのシーザリオにされたのに。お嫁さんにする気がないなんてひどいです。もう知りません。トレーナーなんて嫌いです。もっと優しいトレーナーにお嫁さんにしてもらいますから。わかった。じゃあ俺たちの関係はこれまでだな。女帝だー。俺はシーザリオと一緒にプインクルシリーズを戦い続けていきたかったんだけどシーザリオ本人からそう言われちゃどうしようもないもんな。トレーナー？冗談ですよね？俺はシーザリオの意思を尊重する。さよならだ。そんな。今までありがとうな。楽しかったよ。ごめんなさい。嘘です。嘘つきました。好きです。大好きですトレーナー。トレーナー以外のお嫁さんなんかなりたくないレッシュ。お嫁さんになりたくて嘘つきました。いいんだシーザリオ、無理をしなくていい。女帝だー。他の優しい男のところに嫁いで幸せになりなさい。やだ。シーザリオの幸せこそ俺の願いだからな。これでいいんだよ。だったらなんでそんな寂しそうな顔してるんですか？それは。そんなのずるいです。トレーナーの寂しい顔なんて世界で一番見たくないのに。私がトレーナーを世界で一番目に好きなのに。トレーナーから他の人に嫁げなんて言われたら私の心臓がキューってなって息ができなくなります。しかし世の中には俺なんかよりいい男は腐るほどいるからな。シーザリオの幸せを願うなら俺はここで身を引いて他の男を選んでもらった方がいいのさ。トレーナーの意地悪、嘘ってわかってます。トレーナーも本当は私のことをお嫁さんにしたくてたまらないくせに。そんなことは。私がちょっと離れようとするとすぐに意地悪な言葉で引き止めようとする。もう怒りません。もう拗ねません。だからトレーナーも意地悪しないで。さっきも言ったが俺の言葉は意地悪なんかじゃなくてシーザリオのためを思ってだな。シーザリオ、お前は俺の嫁だって世界で一番優しく言ってください。シーザリオ。言わないと、今度こそ本当に嫌いになってトレーナー以外のお嫁さんにな、シーザリオ？この私が、トレーナー以外に嫁ぐ？無理。そんなの生きてる意味がない。それほどまでに？ごめんなさい。
トレーナー以外のお嫁さんなんかなりたくないレッシュ。もうトレーナーのお嫁じゃん以外夢にも見ません。一生トレーナーだけのシーザリオにしてくらひゃい。だったらわかるよな。今シーザリオがすべきことが、着実にトレーニングをこなすこと。そして挑むレースで栄冠をつかむこと。その通りだ。遊んでいる時間などありません。ではトレーナー、並走お願いします。ああ、今日も頑張ろうな。私がトレーナーを世界で一番目に好きなのに。なんだ、あいつらは何をやっているんだ。トレーナーさん、どうかしましたか？いや、俺は幻覚か悪夢でも見ているのかと思って。本当にどうしちゃったんですか？じゃあクラフトにはあれが見えるか？シーザリオとトレーナーさんですね。そうか。これは現実なんだな。問題なのはあの二人が何をやってるかなんだが。へえ、大好きカウントお嫁さんチャレンジか。大好きカウントお嫁さんチャレンジ。あんなハードなトレーニングをこなすなんてさすがはシーザリオだね。私も負けてられないや、頑張るぞー。クラフトは知っているのか？あのトレーニングについて。もちろんですよトレーナーさん。あれは皆さんご存知大好きカウントお嫁さんチャレンジです。皆さんご存知ってそんなさも当然のように言われてもな。逆にトレーナーさんは知らないんですか？中央のトレーナーなのに。中央のトレーナーをなんだと思ってるんだよ。もしかして常識なの？現にシーザリオのトレーナーさんも普通に対応してるじゃないですか。言われてみれば確かに。でもあんなトレーニング方法はトレーナー学校では習わなかったけど。でしょうね。もしかして俺が知らないだけで最新のトレーニング方法なのかな？大好きカウントお嫁さんチャレンジこそ時代の最先端ですよトレーナーさん。あ、やっぱりそうなんだ。そんなトレーニングあってたまるか。わからんぞ。ここは中央だからな。いつの世も時代を切り開く者は理解されずバカにされるのが常よ。バカそのものだろ。大好きカウントお嫁さんチャレンジは。そのバカが横行している学園がどこぞにあってですね。中央コッパ、私は地方でかけっこしてよ。まあそれはさておきクラフト。はい。あのトレーニングについてクラフトはどう思う？あのトレーニング？シーザリオたちがやってるやつ。大好きカウントお嫁さんチャレンジですか？いちいち言い直さなくていいから。そうですか。でもまあ、どう思うかと言われたら。今日のトレーニングから私たちも取り入れましょうか。嘘でしょ。大好きカウントお嫁さんチャレンジってなんだ？目に式の終着点。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。